エルバフが世界政府に正式宣戦布告。麦わらの一味がイムへの反撃を開始。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1172話が公開されました。タイトルはこれぞ我が愛すエルバフです。扉絵リクエスト、白鳥たちがボンクレーの化粧道具を使い化粧しているところ、ペンネームひざまる。画面はまず太く絡み合った巨大な幹と枝の光景を映し出す。画面中央には垂直なケーブルがあり、それに沿ってリフトが上昇している。カメラがズームインし、吊り下げられた線形のゴンドラ式リフトに焦点を合わせる。敵は3人。奴らの狙いは10人の巨人の子供たちを誘拐することだ。ハイルディンは神妙な面持ちだ。ゲルズの巨大な手のひらにはギャバンとチョッパーが座っている。子供たちを聖地へ連れ帰り、その命を盾にエルバフの戦士たちを奴隷兵に変えるつもりだ。たった3人の人間族を。巨兵海賊団もあんたでさえも止められなかったというのか、ヤーさん。すまん、弁明の余地もない。サンジは横でしゃがみ込んでタバコを吸っており、隣でゾロも話を聞いている。子供とはいえ相手は巨人だろ。俺たちサイズの人間3人がどうやって子供たちを連れ回せるんだ。3人のうちの1人の女は奇妙な矢印の能力を持っていて、それを使って子供たちを無理やり西の村の港へと歩かせた。残念ながら彼らは歩くしかないのだ。もし船にたどり着き出港されたら全て終わりだ。それが現状だ。画面の中で背を向けたロードが疑問を投げかける。それだけなら奪い返せばいいだけでは。2人目はソマーズという男だ。私は知っている。奴はイバイバの実を食べた茨人間だ。鶴を操ることができる。ギャバンの横顔のアップになり、彼はその能力の最も陰湿な点を明かす。画面にはトゲのある鶴が子供たちに巻きついている図が表示される。鶴は透明化が可能で、それが子供たちに巻きついている。ゲルズはショックと同情の表情で叫ぶ。それで抱き上げられないの？ひどい。ああ、それは鉄のように硬く。下手に手を出し、子供たちの列を乱せば、ハリネズミのように彼らが互いを傷つけ合う仕組みだ。ギャバンはさらに絶望的な情報を明かし、最後の敵の能力を紹介する。画面には眠っている子供が映り、その夢の中の怪物が現実世界に具現化している。それに加え最後の一人がおそらく悪夢を具現化する能力者。子供たちの怖いものが実体となって子供の救出を阻む。画面はリフト内の議論に戻る。ハイルディンはギャバンを見る。白昼堂踊り時、ただ子供たちが行進しているだけに見えて、誰も救うことができないという。3つの能力による奴らの仕掛けたゲームだ。助けるさ必ず。カメラが引き、リフトが世界樹の上層、妖怪に到着しようとする壮大な光景を映す。轟音とともに、船内の強者たちが戦術を練り始める。その3人を狙った方が早いんじゃないか？不死身だって言ってたけど、何かできるはずだ。罠にかけるとか、潰すとか。食っちまうとか。母、その息だ。試してみる価値はあるかもな。上に出るぞ。妖怪だ。大きなガコーツンという音とともに、リフト船はプラットフォームに重々しく着地し、土煙を上げた。船上には不可思議な巨大な怪物たちが溢れていた。巨大な黒竜、不気味な笑顔の花の怪物、巨剣を持つ幽霊騎士。これらはエルバフの伝説の存在か、子供たちの恐怖心のようだ。新巨兵海賊団は目の前の光景と衝撃に圧倒され、呆然とする。想像以上だ。あの悪夢の怪物たちは無限に湧いてくるのか？見ろあれ。見開きページ全体で妖怪が今や悪夢によって織りなされた修羅状と化している様子が描かれる。グレートエイリーク号は炎に包まれ、船体はバラバラになっている。ああ、ドリーとブロギーがあの上で怪物たちと戦っていた。だが怪物たちが船を沈めちまったんだ。信じられねえ。混乱の中、到着したばかりのハイルディンは生存した戦友に出会う。ハイルディン、お前なのか？俺たちはさっきまで冥界にいた。ここで何が起きてるんだ？満身創痍のカーシーが言う。信じられねえことが起きてる。よく聞け。ドリー船長とブロギー船長がヤルル様を殺そうとしている。みんな正気を失っちまったみたいだ。止めてくれ。ゲルズは子供たちの安否を心配し、怪我をしたカーシーに必死に尋ねる。カーシーさん、子供たちは？リプリーたちが追ってるが助け出せたかどうか。もう港に着いちまったかもな。おい、
ロードお前。ピョルンガ。大変でござる。ロードの顔がアップになる。目を見開き、恐怖と冷や汗にまみれ、誘拐されたその具体的な名前を確認した。ロードはこの知らせを聞いて瞬時に取り乱し、なりふり構わず全力疾走し、土煙を上げる。俺の弟が誘拐されただと。後ろの仲間が暴走する彼を止めようとする。ロイド。飛び出したロードを見て、ゲルズとゴールドバーグも黙ってはいられない。私も行く。おいらも。サンジは冷静さを保ち、地形に詳しいカーシーに重要なランドマークの位置を尋ね、ナミたちの居場所を特定しようとする。学校はどこだ、カーシー。ナミさんたちが近くにいるらしい。トークの状況をサンジに見せるため、カーシーは巨大な右手でサンジを高く持ち上げる。あの日が見えるか？あれが学校と図書館だ。なんで燃えてんだ？画面は最後にゾロの特写になり、彼は深刻な表情をしている。ドリーとブロギーがおかしくなったって言ったな。ああ、そうだ。急いでくれ。ヤルル様が危ない。次のページには全体図があり、エルバフ島の現在の戦局がはっきりと記されている。アウルスト城、西の村、学校、図書館などの重要地点が描かれ、それぞれの位置に X 印がついている。画面上部には参加キャラクターのロード、ハイルディン、ゲルズ、ゾロ、サンジ、チョッパー、ギャバンのアイコンが並んでいる。聖打ちの学校とフクロウ図書館は炎に完全に飲み込まれている。図書館付近にカメラが寄り、ジンベエ、ロビン、ナミ、ウソップが軍庫の包帯でまだ縛られている。図書館が燃える。話している間にも子供たちが誘拐されている。この矢印を何とかせねば。チョッパーはもう戻ってこないわ。ブルックは何か思いついてどこかへ行っちゃったし。ドリー師匠、ブロギー師匠。二人のそんな姿見てられないよ。黒天支配された戦士たちは狂ったように西の村へと進し、口々にヤルルを殺せと叫んでいる。周囲が必死にやめてくれ船長たちと叫ぶが効果はない。視点は子供救出チームに移る。リプリーとオイモが嵐のようなプレッシャーの中突き進んでいる。待ってて子供たち。怪物とも邪魔だ。続いて人質となった子供たちの場面に切り替わる。港に向かってるってことは僕たち。弱音を吐くな。俺たちはエルバフの戦士だろ。戦士じゃないもん私たち。場面は西の村へ。一緒に行きましょう、ヤルル様。ドリー船長とブロギー船長には言葉が通じません。逃げたければ逃げろ、わしは退かん。エルバフに話がある。続いて右上のコマで電電柱がアップになり、カチという音とともに放送が始まり、信号が隅々まで行き渡る。聞けエルバフ。死ぬ前に全部話したい。ヤルル様。我らが王ハラルドはエルバフを世界政府の加盟国にし、世界と共に生きようとした。だが14年前、あの日、裏切られ拒否されたのじゃ。ヤルル様。わしは見た。悪魔がハラルドを殺し、平達を殺してゆく様を。ハラルドはエルバフが悪魔の支配に屈せぬために戦い、死んだのじゃ。王はロキが殺したんじゃ。わしが秘密にしていたのは民が武器を取り、エルバフが巨大な戦争に飲み込まれるのを恐れたからじゃ。ハラルドはそれを望んでいなかった。そしてロキは全てを背負って海へ出た。少し不器用な男だが、あやつは無実じゃ。ハイルディンの肩に座っているゾロがこれを聞いて言う。少し違うが、いい言い回しだな。よく言い過ぎだ。しかし今日、一度は諦めたことだが、我々には再び大きな力が必要なようだ。3人の悪魔が我が国を支配しようとしている。神の騎士団が圧倒的な兵力でエルバフ最後の抵抗を崩しにかかっている。ああ、もう寝てても任務完了だな。おい、薄汚い悪魔ども。子供たちには手を出すな。過去も文化もくれてやる。だが、それで我々が折れると思ったら大間違いだ。我々はかつてのハラルドのように甘くはないぞ。支配だと？奴隷にするだと？誰に向かって口を聞いている。すまん子供たちよ、耳を塞げ。そうだ、ヤルル。俺の憧れたエルバフは絶対負けねえ。ハーレーの予言が正しければ、そして世界が分断されるのなら、エルバフはこれより世界政府の敵となる。トゲやリバーシ、幻覚なんぞで我らを服従させられると思うたか？ヤルルの豪語を聞き、ゾロは不敵な笑みを浮かべる。あのジジイ好きだ。
当然だ、300年前、ヤルル様はこの海で最強の男だったんだ。我らは貴様らの支配になど屈しはせん。そうだろ、誇り高きエルバフの戦士たちよ。そうだ、ヤルル様。無数の巨人戦士たちが戦斧や剣、槍を振り上げ、一斉に耳をつんざくような叫び声を上げる。彼らは外部の支配には決して屈しないことを明確にし、画面全体が故郷を死守する悲壮感に満ち溢れている。ギャー、俺の大好きなエルバフがついに帰ってきた。分かったから矢印から解く方法を考えなさいよ。守り抜くのじゃ、ハラルドが夢見た我が国の平和を。その通りだ、ヤルル様。見ろ、追いついたぞ。問題は挟み撃ちにされないようにすることだ。カメラはゾロに向く。彼は冷静かつ鋭い表情で口元に自信ありげな笑みを浮かべている。策がある。編集コメント、反撃ののろしが上がる。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。